こんにちは。ニュージーランドで日本語を教えている The Best Japanese です。皆さん、日本語を勉強していて、同じ発音なのに違う漢字、違う意味の言葉をたくさん見たことがありませんか？例えば、変えるという動詞には4つの漢字があります。漢字が違うということは意味も違うということです。この動画では4つの違う漢字と意味を持つ変えるという動詞について解説します。まず、この動画で話す動詞の種類について説明します。変えるという動詞は前におやにが来ることが多いので他動詞です。例えば、新しい車に変えるとか、金曜日のデートを土曜日に変えたみたいに使います。反対に変わるは自動詞なので前にがなどが来ることが多いです。例えば季節が変わるとかテストの日が変わったということができますね。この動画は4つの漢字の意味の説明がメインなので他動詞と自動詞の違いをこれ以上説明しません。例文は漢字の意味の説明のためなので変えると変わるが混ざっています。では始めましょう。まず変と読む変える、変わるから見ていきましょう。この漢字には意味が3つあります。1つ目は物やことの状態が今までと違うものになるという意味です。同じような意味を持つ単語に変化があります。2つ目は場所や時間が今までとは違うものになるという意味です。同じような意味を持つ単語は変更です。3つ目は他のものや人と比べて違うという特徴です。これは少し悪い意味で使われることが多いです。また使うときは変わったや変わっているという形で使われることがほとんどです。他動詞の変えるは使うことができません。同じような意味を持つ単語は変なという言葉があります。では実際どのように使われているのか例を見てみましょう。まずは一つ目の意味の例です。この男性はいつも笑顔ですが車を運転すると怒っています。つまり性格が変化していますね。なので彼は車を運転すると性格が変わると書くことができますね。次の例です。女性の髪型が変化していますね。なので髪型を変えましたと書くことができますね。では2番目の意味の例を見てみましょう。男性は家を引っ越ししたようです。ということは住む場所、住所が変更されていますね。なので引っ越しして住所が変わりましたと書くことができます。次の例を見てみましょう。日本では2022年のような西暦とは別に昭和、平成、令和のような年号も使っています。この場合、年号が平成から令和に変わりましたと書くことができます。次は3番目の意味の例を見ましょう。このモデルは人とは違う服を着ています。悪い言い方をすると変な服を着ています。なのであの人は変わった服を着ていると書くことができます。次の例を見てみましょう。彼は頭が3つの人とは違うペットを飼っています。なのであの人のペットは変わっていると書くことができます。ここからは対とも読む変える、変わるを見ていきましょう。この漢字の意味は同じ種類のものを今までとは違うものにすることです。例えば電球を変えるです。古くなって使えない電球を新しい電球にするので同じ種類のものを指します。なのでこの変えるという字が使われます。変えるという単語はそれだけでも使うことができますが他の単語とくっついて一つの動詞として使われることも多いです。例えば着替えるという動詞です。着ていた服を
違う服に変えるという意味ですね。この場合、汗をかいたので新しい服に着替えると書くことができます。他の例として並べ替えるがあります。単語を並べ替えて文を作りましょう。皆さんも一度はこのようなテスト問題を解いたことがあるのではないでしょうか。全く同じ言葉を使いますが、違う順番にして正しい文を作る問題です。だからこの変えるという字を使うんです。次の漢字は変とも読む変える変わるです。この漢字の意味はあるものを手放して同じ価値のものを手に入れることです。同じ漢字を使った似ている単語に交換という言葉があります。さっきの変えると意味が少し似ていますが、違うところは同じ種類のものに変えるのか、同じ価値のものに変えるのかです。例えば、ゲームを売ってお金に変えるという文を見てみましょう。ゲームとお金は違うものです。でも、ゲームを売ってもらうお金は同じ値段、同じ価値です。なので、この変えるという字が使われます。変えるという単語はそれだけでも使うことができますが、他の単語とくっついて一つの動詞として使われることも多いです。例えば、乗り換えるという動詞です。A という電車から B という電車に変えるという意味ですね。他の例として入れ替えるがあります。部屋の空気を窓を開けてきれいな空気に入れ替えるという意味で、空気を入れ替えると言います。同じ漢字を使って換気すると一つの単語で言うこともできます。最後は代とも読む変える変わるについて見ていきましょう。この漢字はある役割を他のものにさせるという意味があります。同じ言葉を使った似ている単語に代わりにや交代という言葉があります。例えば、部長に代わって出張に行くという文です。同じ漢字で言い換えると、部長の代わりに出張に行くとも言うこともできます。部長がするはずだった仕事をこの女性がする。つまり、部長の役割を他のものにさせるという意味なので、この変わるという字が使われます。さらに、3番の選手を5番の選手に変えるという文は交代するとも言い換えることができます。3番の選手の役割を5番の選手がすることになるので、この漢字が使われるんですね。最後に一つ、少し難しいですが、よく使われる単語について触れておきたいと思います。それは大体という単語です。この動画で紹介した2つの漢字が1つの単語になっています。実は漢字だけじゃなくて意味も2つの意味が1つになっているんです。意味は同じレベルのものを他のもので代わりにすることです。例えば、ポテトを作りたいのにじゃがいもがなくなったとします。その時、同じ芋のさつまいもで代わりにポテトを作ることにしました。これをじゃがいもをさつまいもで代替するということができます。ここまで4つの同じ読み方で似ている意味の漢字を見てきました。漢字と意味の違いは分かりましたか？質問や他の漢字のリクエストがあればコメントに書いてください。この動画を最後まで見てくださってありがとうございます。もしこの動画が面白いと思ったらグッドボタン、違う動画も見たいと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。